ろんなことに挑戦させてもらえるので、とてもありがたいです。お手紙を添えていただくことも多くて、それだけ皆さんこう大きい思いというか熱い思いをして送っていただくことが多いです。ランドセルを日常で使えるカバンに生まれ変わらせるみたいなことをやっていきたいなというふうに思って始めました。でその事業をこう始めようとした時にちょっと調査まではいかないんですけど、いろんな人に聞いてみたんですよ。このランドセルは誰に買ってもらったんですか。そしたら圧倒的にですね、おじいちゃんがおばあちゃんっていう答えが多かったんです。ランドセルをリメイクしてカバンにして、それをおじいちゃんおばあちゃんに送ると、要は恩返しの思いでカバンを送ろうっていうようなことが一つのコンセプトになります。6年間の間にランドセルに対する傷とかね、そういうこの思い出みたいなことがいっぱいこうランドセルに経年変化で起きてくるわけなんですけど、それがそのまま残ってカバンになるみたいなところで、思い出をそのまま引き継げるみたいなところが非常に嬉しいみたいなことを声をいただいています。今9アイテムありまして、これは一つのランドセルからこれが1個選べるってことなんですか？そうですね、一つのランドセルに対して1アイテムっていうことに今はなってます。宮本さん、これは何ですか？これファスナーですね。今回はお客様が赤をご希望いただいたので、この色になります。解体に入ります。これはもう、このファスナーを変えてほしいっていうことなので、これをボディバッグのこのファスナーと交換したいと思います。お客様がご希望があれば、このランドセルについているファスナーと交換させていただくことも可能です。解体作業を入っていきます。このパーツを外していきます。ちょっとかぶせを切り離していきます。はい。
この糸を切って、このパーツとこのパーツを切り離していきます。すごい糸を切る作業多いんですね。多いです。はい。ランドセル、頑丈に塗ってあるんで、去年使ってもほつれとかないんですね、ランドセル。ほつれてるところをほぼ見ることはないです。この糸を引きまって、それでこの皮とこの芯材を剥がして分離させて、ようにこの剥がす作業をして。そしたらまたじゃあ剥がしていきます。何塗られてたんですか？これはベビーパウダーで、こういった剥がした後の皮の裏がベタついていたりすると、作業をするときに支障が出るので、このベビーパウダーでそのベタつきをなくしています。こうやって透明にね、したパーツして、確実にステッチが避けられるかどうかっていうのを確認してから抜いていきます。今回のランドセル、お客様の要望で、ファスナーのこのパーツを使いたいということなので、ちょっとこれを取り外して、付け替えれるようにします。結構こういう要望が、依頼が来るときあったりするんですか？はい。だから、このできるだけパーツを活かしてほしいっていうお客様もいて、そういった方はできるだけ、こういったパーツであったり、他にも再利用できるパーツがあれば、再利用するようにしています。パーツは、この後、この
この形のここのパーツになるんですけど、今の段階だと、これがちょっと薄くて、耐久力的な問題があって、構成する前に、この芯材、これを貼ってあげて、合わせた後に実際の形に抜く本抜きっていう作業を行います。これは今からお客様のランドセルに合わせた色を選んでいます。縫い合わせの時とかは黒を使います。手動のステッチもランドセルの色に合わせて作るので、今回はこの101番がぴったりだったので、それで生産します。はい。テカってるぐらいが仕上がりになって、これ1回だと薄くてこんな風にキラキラしないので、皮付きをしていきたいと思います。折った時に1センチで折れるかどうか調べています。そのためにテープで貼っていきます。手動ですね。これを貼り付けてます。タグバッグの後ろ側。
引き手を使いたいっていうことなので付け替えたいと思います。今ここの隙間を開けてます。取り出すように。これを置いて。裏地と表地をしつけていきたいと思います。
これはうちのリバックのブランドタグになります。どういう状況ですか、これ今。これ前と横のマチがくっついた状態です。今から、じゃあ裏面。そうですね、裏に取り掛かります。こちらは最初パートですけど、4年前ですね。来年で5年目になります。どうですか、この会社は。そうですね、なんかいろんなことに挑戦させてもらえるので、とてもありがたいです。パートから社員になるタイミングでこの部署にバッグのこととかいろいろできるので楽しいですよ。作業が結構多いじゃないですか。はいはい、どの作業が一番好きとか、構成が好きとかあります私まとめが好きで、しつけが好きです。結構なスピードで縫えるので気持ちがいいです。ダーッと縫えるので気にせずに。ガイドを使って三角の折り。内装を裏に一緒に貼り合わせていきます。赤と黒だけで良かったんだったら良かったんですけど。シェドウを合わせます。今度これとこの本体とシェドウと本体を合わせていきます。ちょっとひげが多いのでちょっと掃除します。そこから縫っていきます。
コストがあるんですか？潰しながらちょっと見てて、潰しながら少しずつ。最後の内巻きになります。じゃあ巻いていきます。はい、お願いします。これです、これで。はい。成功してます。綺麗にできます。あともう一工程ある。ショルダーテープを本体にくっつけて、ここをくっつけて終わりになります。ここを四角縫いして終わりになります。最後はどこの部品を縫うんですか？ショルダーベルトをつけていきたいと思います。これで出来上がりました。山本さん、これは完成ですか？はい、完成です。ちょっとポイントを教えてください、この作品の。今回は引き手を変えさせていただいたことと、傷も見えたんですけど、これは味かなと思って残しました。ステッチはランドセルの色に合わせて作らせていただきました。で、ショルダーベルトもランドセルのステッチに当てていいと思います。作ってるものと、あと今からすぐ作業をちょっと軽く説明していただけたら。はい、今作ってるのがミニランドで、ここはミシンが縫えないので、もうずっと手で縫っていかないといけないんです。まず、もともとあるものを使っているので、針穴が開いているので、針だけじゃちょっと貫通できない厚みの部分使っているので、針が通る穴めがけて開けて、そこに針を通していきます。穴をずれないように。ミシンを使わなくてちょっと時間がかかりますね、ここは。そうです、この藤本さん、これ今からどういった作業されるんですか？今から梱包の作業に入ってまいります。そもそもこの恩返し工房リバックっていうのはランドセルをおじいちゃんおばあちゃんが買われて、それを6年間使ってリメイクをして次またおじいちゃんおばあちゃんにプレゼントするっていうことがすごく多いので、そういった感謝の気持ちも一緒に込めるように入れております。いつもこのような形でラッピングしております。お客さん反応とか綺麗にラッピングしていただいてってお褒めいただくこともありましてなるべく綺麗に送るようにしております。このリバックの製品自体の評価とかってあります？本当に6年間使っていただいたランドセルをお手紙を添えていただくことも多くて、
普段あんまりカバンを買ったりする時ってそういったことってないと思うんですけど、それだけ皆さんこう大きい思いというか熱い思いをして送っていただくことが多いです。カバンを作るとかそういったことにはないことかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ箱に入れていきます。これは何ですか？これはお礼状です。皆様のもとに無事に届いて感謝の気持ちを込めていつも入れております。はい。